はい、皆さんこんにちは。いや、無事、7月の大災難は乗り越えられたそうですね。今更かよと思うかもしれないですけど、ちょっとね、番組が続いてね、ちゃんとこの話ができていなかったので、皆さんの祈りが通じたってことです。とはいえ、日本は地震大国なので油断はできません。今日は皆さんが絶対好きなテーマです。と、その前にね、最近いろいろな不思議なことが起きていますよね。そのことについて、触れていきたいと思います。ただね、ちょっとね、編集などの期間もあるので、投稿するときには古いニュースなのかもしれないけど、皆さんお付き合いください。ナイジェリアから今、新しい旅立ちが始まろうとしています。それはただの留学でも就労でもない日本への夢の切符。四季の彩りに包まれた美しい国、日本。テクノロジーと伝統が交差するその大地はまるで楽園のよう。ここで待っているのは新しい仲間との出会い、異文化との交流、そして未来をつかみ取るチャンス。ホームタウン計画。それは日本とアフリカを結ぶ架け橋。ナイジェリアの若者にとっては人生を変える黄金のチケット。夢を追い、学び、働き、家族を築く。その舞台はもうアフリカではなく日本。そして気づけば街の声は英語とアフリカのリズムで溢れ、商店の看板には新しい言語が並ぶ。そう、これは夢の切符であり、未来を塗り替える切符。さあ、日本我らのホームタウンに、日本、アフリカ、ホームタウン計画、楽園の旅があなたを待っている。はい、大炎上しましたね。アフリカは広大な大地、若者が多く、金、ダイヤ、コバルト、ウランなど莫大な鉱山資源を持っています。フランスや中国、アメリカがその資源を狙っているんですけど、その市場に飛び込んだのが、我ら日本。インド洋地域とアフリカを結んで経済貿易の連携を強化し、3万人のアフリカ人を AI 専門家として育成することも発表。これが8月22日、アフリカ開発会議 TICAD9 での出来事です。全て順調に向かっているかのように見えて、ホームタウン計画で大炎上。日本はあくまで異文化交流が目的で、この4都市をね、ホームタウンに指定するわけじゃないよって言い訳をしていたんですけど、アフリカ側ではナイジェリアが日本で生活、就労するためと認識の食い違いが生じてもめちゃくちゃ。日本は誤情報、SNS を批判していますけど、皆さんの認識通り、外国からたくさんの移民が入る流れだったんでしょうね。この計画自体、国際移住機関が日本の人口減少に外国の労働を投入すべきだと主張したことから始まって、このアフリカ開発会議の一環で、こちらも話題になったワクチン開発組織に810億円拠出。なので完璧にこのアフリカ、日本のね、この交流っていうのはもうこの流れの一環だったんですね。ただあまりの国民の批判で、このホームタウン計画自体は頓挫。そして点と線を見事につなげた X にいる陰謀論の人たちは、かつてこんな衛生的に綺麗な日本の土地なのにもかかわらずエボラが怖いと発言していた高市さん。東京都武蔵村山市でエボラの研究所開始、最も危険なレベル。長崎大学でも開始。そこからアフリカ開発の活発化。エボラはアフリカで流行ったウイルスだから、今回のこのね、アフリカ開発にビビる日本人。日本がパンデミックに備えているのは知らない世界の奥野さんが話していた通ります。そんなんで騒いでいたら9月5日にコンゴで15人が死亡し、WHO 緊急チームを派遣というニュース。そこからエボラは意図的に作られた説が浮上しましたが、こちらは別の回で。ただ実際に石破さんはバングラデシュ人を5年間で10万人、インド人を5年間で5万人育成と異文化交流にフルコミットしています。今実際世界で異文化交流や治安で大問題になっているんです。ウクライナ難民の23歳の女性が安全なアメリカでの生活を夢見ていましたが、電車に乗ってから4分後に背後の男性に意味もなく殺害されたんです。犯人は14回の前科があったことで問題視されています。このように世界各地で治安が悪化する中、日本はいかにして世界と付き合っていくのか見ものです。世界が一つになる必要は間違いなくあるとは思うんですけど、どういった形で一つになるのか、それが今後見ものですね。今回で分かったことは、皆さんが声を上げればそういった政策はストップするっていうことですよね。なのでみんな一人一人の声が本当にでかい時代になりましたよ。そして続いてのニュースはもうネタの尽きないロリコン親父。人身売買、わいせつ行為、斡旋などで逮捕されて牢獄で自死したエプスタインいるじゃないですか。あれね、実はアメリカではね、新たな発展があって、なんとアメリカ政府が彼が牢獄で亡くなった時の監視カメラの映像を公開したんです。ただ、そこに問題がありました。なんとその映像、改ざんされていたんです。FBI がエプスタインが亡くなる1時間前の無修正の監視カメラ映像を公開したんですけど、データ分析専門家が解析した結果、なんと編集ソフトプレミアプロで丸々2分53秒が削除され、2つの映像をつなぎ合わせた痕跡を発見したんです。しかもちょうどエプスタインが亡くなるとされていた時刻の直前だったんですよ。それだけでなく、彼らはいくつも嘘をついていたんです。こちらが公開された映像なんですけど、こちらのね、独房にはカメラが1つしか設置されていないと報告されていたんですが、実際は全部でこのように11個のカメラが設置されていて、不具合により当日稼働していたのは2つ。どういうことやねん。たまたま当然偶然だよね、こんなの。しかも彼らの報告によれば、映像にはエプスタインしか映っていないと証言されていたんですけど、ご覧の通りたくさんの人が映っています。しかも扉が封鎖されてから一人の人物がエプスタインの独房に向かっていくのが見え、それ以降誰もこちらに近寄っていないはずなんですけど、皆さんこのギリギリ見てください。なんか動いている様子が見えますよね。これはね、ちょっと上空から見たらこの独房がこの
ようになっているんですけど、ご覧の通りこのねカメラからその独房の様子は見られないようになっているんですよ。視覚になっているんですよ。入り口からエプスタインの独房までの通路が完全視覚で角度的に捉えられない映像なんですね。だからそもそもその何かが怪しいことが行われていてもわからないし、カメラには映らないし、このカメラの映像自体も3分ぐらいが抜き取られているんです。どういうことだよね。完全に警察やる気ないでしょ。FC2 逮捕してる暇あったらちゃんとエプスタイン調査してくださいよね。これは日本の出来事だけど、もう僕も30超えてね、最近のね若者のトレンドとかねわからないんですけど、そんな僕でもさすがに目に入るっていうか気づくトレンドがあって、その一つが皆さんが身につけている人形ラブブ。急速に異常な人気を得るとその裏には何かあるんじゃないのって勘ぐっちゃうよね、この陰謀能が。ラブブは中国企業のポップマートが出している可愛らしいキャラクターで、ミステリーボックスといってね、買って開けるまで中のどの種類のラブブが手に入るかわからない仕様になっているんですね。要は恋愛と一緒ということですね。そんなラブブ1年半前から世界でね爆発的に売れ始めて、ラブブを買うために何時間も列に並んだり、回転ダッシュが各地で行われてファンが狂ったようになっていったんです。転売もね数十万というプレミア価格がついたり、オークションでは等身大のラブブが2200万円で取引するぐらい盛り上がっているんです。この爆発的なヒットの火付け役となったのが、ブラックピンクのリサやレディー・ガガなど世界中のセレブが愛用している様子が投稿されたからなんです。そもそもラブブはどこから来たのか。香港生まれのアーティストカシン・ルンが2013年にマイ・リトル・プラネットという絵本を出して、その中に登場するキャラクターだったんです。その後2015年に北欧神話に影響を受けた物語 The Monsters を制作して、その中で人気だったラブブがポップマートから2019年に人形として販売されたと。今では6000億円の売り上げを叩き出しているんですね。このポップマートもなんとジャック・マーを超えて5兆円の資産。もうこの人形のね何がいいのって感じじゃないですか。もう狂ったようにラブブラブブって身につけてるのはさすがにおかしいと思うんですよ。僕も、人形とかねあんま興味ない人なので、みんな身につけてる理由が全くわからないんですけど、どこで開けんだよこれ。僕もねそんな意外といいですね。可愛いですね。いい感じの表情してますね。よく見たら可愛いかもしれないラブブ。夜とか寝るときちょっと寂しいので隣に置いとこうかなと思います。このような感じで。もはやただのおもちゃではなくて、持っているだけでステータスとなるラブブ。ただこのラブブ、爆発的なヒットと同時にこのラブブを家に置いていると怪奇現象が起きるようになったという報告が多発したんです。そこで囁かれたのが、ラブブの元となったのは古代メソポタミアの神話に登場する悪魔パズズじゃないかと。パズズは風とともに熱病をもたらす悪霊の王で、エクソシストにも登場してくる悪魔もパズズなんです。知らずうちにこの小さい悪霊を子供たちはそばに置いて怪奇現象を巻き起こしている。いや関係ないっしょ。ラブブ、パズズ、確かに響きは似ていたりするけど、パズズは翼が生えていたりと、見た目ちょっと違う部分はありますよね。あとパズズは悪霊の王ということもあって、呉服としての役割もあるから逆にお守りとして働いてくれるかもしれない。全然案件でも何でもないので。ただ一番すごいのはやっぱこのパズズでも何でもなく、人々がこの人形っていうもの以上にそこにさらに意味を見出して何かしらねすごい価値を見出すことなんじゃないでしょうか。この人間の心理が一番恐ろしいですね。はい、本題ですけど、今日はぶっ飛びながら最高にロマンのあるお話になっています。みんなも一度はテレビとかで聞いたことである小さいおじさん。その小さいおじさんの全貌、そしてこの謎の生命体の正体に今回迫れるかもしれないです。瀬地博さん、出版の編集者として活動する彼はなんと小さいおじさんと中学2年生の時に遭遇してから60歳になるまで今まで45年間ずっと一緒にいるんです。意味わかんないよね。大丈夫、今日置いてけぼり一人も出さないので安心してください。ではその小さいおじさんの正体とは、そして彼らの人類への警告とは何なのか。瀬地さんは中学2年生の時、いつもの道を通って帰宅しようとしていたところ、奴と出会ってしまったんです。そこには道端に佇む謎の生命体。さすがにネズミか小鳥かなんかだろうと自分に言い聞かせてゾッとしながらその場を後にします。休みの日で、友達と遊んで自転車で帰ってきて、で僕団地に住んでたんで、その団地の駐車場にこう一周回ってそこから駐輪場に入れるっていうなんか妙な癖みたいなものがあったんですよね。でいつもの通りそれをやってる時にいたんです、この方が、なんだろうなと思ってじーっと見てると、なんかこっちをね見てるような感じがしたんで怖くて、その日はそのまま帰ったんですけど、ただ問題はそこから勘違いだと思っていたその謎の生命体は瀬地さんの前に姿を現すようになるんです。家の中、寝ていたら天井に、友達とゲーセンで遊んでいたらそこにいるんです。そう、間違いなく謎の生命体ではなく小さなおじさんが月に 1,2 回の頻度で現れるようになるんですけど、毎回びっく
くりしながらどうやら周りの人は見えていない様子。小さいおじさんのスペックはこうです。全身が肌色、顔はドリフの中本浩二に、目と鼻と口と耳、手足もありますが毛はなく、乳首やへそ、生殖器がないので、キューピー人形のような肌はね、のっぺりとしているそうです。小さいおじさんに触ることはできないが、彼らは人間に乗ったりすることがある。しかし、物理的な干渉はない。大きさは8センチぐらい。みんなこの小さいおじさんが目の前に突然現れたらどう思います？まあ、想像ではワクワクするという感覚じゃないですか。まあ、それはね、みんなね、実際にこの小さいおじさんが目の前に現れていないからかもしれない。実際に現れた聖地さんは、そこで鬱になってしまうんです。高校に入ると小さいおじさんが毎日現れるようになります。特に話すこともなく、ただただ様々なシーンで目の視界に入る。自分はおかしくなってしまったのか、誰に話すこともなく、ただ一人憂鬱になり、高校生のセチさんは自死することを考えてしまうんです。そう思った時から小さいおじさんは姿を消します。しかし、そこから数年後、再びバイト中に姿を現すんです。そしてやっとセチさんはおじさんと話すことができるようになるんです。その時というのが、セチさんが大学のサークルのなんか幹事にね、立候補するんですって。まあそこで彼は無様にも周りの友人たちからっていうか、そのサークルの人たちからバッシングを浴びせられるんですよ。お前じゃ無理だよみたいな。お前みたいなやつはさすがにみたいな感じで。当然彼はそこでショックを受けるんですけど、このショックを受け入れた時に心がおかしいんじゃないか、落ちたんじゃないかとか。いや、不安になりますよね。不安ですよね。だから高校に上がってだんだん頻度が増してって、はい、2年生の最初ぐらいの時にもう登校拒否になっちゃったんですよ、はい、学校行けなくて。ちなみにその喋れたきっかけっていうのが、大学でそのあるサークルに入ってて、はい、でサークルのその幹事長選挙ってのがあったんですね。幹事長を決める時に、はい、ボロカスに言われて僕、はい、お前にできるわけないんだよっていうことですよね。もうみんなが口々に向いてないとか人は引っ張れないとか。いやいや、ショックですよ。ショックですよ。ただその病んだ時に現れて、そこで何て言われたんですか？何笑ってるんですか？いやいやえ？聞こえてるかとか、なんかいろんなことをね、そこで交わしたんですけどね、はい、すごい反省したんですよ、布団の中で、はいはい、自分がこれまでどんだけいろんな人になんか失礼な態度を取ったり、相手の気持ち考えずにやってたのかなっていうのがね、なんとなくずっとそれを布団の中で思いながら、なんでお前あんな風に言われたか分かるかみたいなことをいろんな会話をしたんですけど、なんかね、結局今60近くになるのに、はい、まだ俺全然治ってないなっていうのがね、今ねごめんなさい、ちょっとね、なんかね、その時ものすごく今ね、急に虚しくなってきて今そういう感情にとらわれたんですね、では話せるようになったから、そもそもこの小さいおじさんの正体は何なのか。小さいおじさんは昔は人間だったそうです。実際は形を持たないので、小さいおじさんの見た目をしているわけではなく、対象者のマインドによってその見え方は変わるんです。なのでまあ簡単に言っちゃエネルギー体ですよね。人によっては光に見えるし、人によってはケセランパサラのように見えたり、小さい象に見える人も中にはいたそうです。小さいおじさんの種族は大量に存在していて、一人が最初数十人の人間のターゲットに絞ります。そこからアプローチをかけて、見えそうな人をまた数人に絞り、最終的に8人ぐらいが一小さいおじさんの担当だそうです。もちろん多くの人は見えてないし、俺も実際に見えてないけど、皆さんも見えてないですよね。ただみんなの周りには小さいおじさんたちがアピールしてくれてるんですよ。コミュニケーションを取ろうと。うちのおじさんが担当してる僕以外に見えてて喋れる人っていうのが一人いらっしゃるらしいんですよ。でその一人は、東北にいらっしゃって、日本3.11の時に東日本大震災、被災されて、はい、しばらく避難所にいらっしゃったりとかで、その時の段階で、もう70代。すみません、これはおじさんから聞いた話。そうです。めっちゃ教えてくれるじゃないですか、でもそれだけ教えてくれたんですよ。それ以上はおじさんは言いません。その人に会いたいっていう話はおじさんにはしてるんですけど、おじさんは一切。もしご存命でしたら、東北の方で90歳ぐらいの方で小さいおじさんが見える、しかも喋ることもできるっていう人がいましたら、こちらのメールアドレスまでコンタクトしてください。そもそも驚きなのが、セチさんね、小学2年生からこれを見えてるのに、60歳になってこのタイミングで語ってくれたんです。そこにはある理由があって。それもどれぐらいの人に言ってたんですか、当時から。いや、誰も言ってないです。うちの奥さんに喋ったのも数年前ですよ。2018年、19年、20年、21年、22年ぐらいのこの5、6年の間って、結構ね、僕親しい人がたくさん亡くなって、そしたら俺の話は
いつ書くんだみたいなことを急に言われて、そこで、おじさんがなんで俺に勧めるのか。で、それは彼らなりにやっぱり意図があって、自分たちの存在をちゃんと知らしめたい。世にね。じゃあ奥さんはどう見てるんですか、この。すっごい勇気振り絞って頭おかしいと思われたらもうそれはしょうがないけど、なんちゃってっつってごまかそうかなっていろいろ考えてたんですよ。だけど全部話した時に、あ、それでか、なんかそれで全部納得したって言われたんですよ。その要するに一人でいる状態で普通に誰かと喋ってる声で会話してたのを奥さん聞いてたんですか？聞いてます。うちの奥さんも別に見えない存在とかそんなものはいないんだっていう人ではないから、まあいてもいいやぐらいの。そうです。まあどっかいるでしょうと。驚きだよね。45年間ほぼ黙ってて、ほんと最近になって奥さんにそのことはようやっと初めて話したそうなんですよ。俺だったらもう見た瞬間、もう YouTube この何百万人に一瞬で拡散するけどね。そしておじさんは本当に日常的にその辺にいるし、3分後に現れて1分後に消えるみたいな感じで、もう日によっては毎日いる日もあるし、2ヶ月とかいなくなる時もあるそうなんですよ。なので僕純粋に気になったんですよ。じゃあすごいプライバシーの必要な時、例えばうんこしてる時とか、セックスしてる時とか、一人でオナニーしてる時、そういった時の小さいおじさんいるんですか？もう回答一個一個が本当リアルなんですよ。いや、ぶっ飛んでる内容だからさ、ちょっと疑った目線で見ちゃう瞬間もあるじゃないですか。ただそれが本当にリアルでね、疑ってもしょうがないような状況になりますよね。ちょっといやらしい話じゃないですけど、オナニーとか、セックスとか、男だったら女性でも誰でもありえるじゃないですか。その瞬間とかもいるんですか？いますよ。いるんだ。俺これめっちゃ聞きたかったくだらない質問なんですけど、うんこしてる時も普通に感情もないんですもんね、おじさん。ないですね。だからうんこ一緒に見ますよ。これ乗るんですか？NG がなければもちろんどっちでも。いや、もうこういうリアルなのが多分一番疑問だと思うんですよ、みんな。慣れますよ。相手は人間じゃないですから、ペットと一緒ですね。何でも聞いたらある程度答えてくれるんですか？答えない時の方が多いです。なんか女の子の家行ってエッチな姿見てきてくださいよおじさんとか、今いけちゃうわけじゃないですか、下手な話。そういうアホな質問した時どうなるんですかね、おじさん。質問したことがない。なるほどね。それはね、ない。そもそもね。はい。株価宝くじ全部聞いてます。答えは全部答えない。じーっと見てますよ。それまで頻繁にやり取りしてたのにじーっと見られてるとどんな気持ちになると思います？俺がものすごくね、虫けらみたいに見えてくるんですよ。なんかそもそもこの小さいおじさんたちの目的とは人間の成長。おじさんは世界の構造を説明してくれるんです。僕たちが住んでいる地球は上中下のレベルで言うと中の下だそうです。絶妙だよね。合コンで相手の顔のレベル聞いた時に中の下って言われたら行くか行かないか悩むレベルじゃないですか。すいません、下がそんなこと言っちゃって。下の世界が 2,3 日に1回戦い合ってるような世界で、節さんの推測だと室町が倒れた頃だそうです。で、僕たちがいるのが中の下。そして中の上はどういう世界なのかというと、性別がない世界。では上の世界はというと、もはや肉体を持たない世界。エネルギー体そのもの。まさに小さいおじさんがおそらく上の世界ですよね。ではね、この世界、どのような種類の生命体存在がいるのか、小さいおじさんこれ解説してくれるんです。まずは世界を作った主。これがね、神というのか、大いなる源っていうのか、彼らですね。そして地球外生命体。この宇宙だけでも数十億いるそうです。これね、面白いんだけど、僕がね、このセチさんと対談することが決まった、そのね、小さいおじさんが言うんですって。じゃあ、直木マンには地球外生命体について話してやれと。どういうことおじさん。ありがとうございます。直木マンには地球外生命体を話しとけって言われたっていうのを聞いたんです。そうです、そうです。宇宙っていう僕らが呼んでるその世界にどれぐらいいるんだっていう話は、数十億いると。いるんすね。数十億です。僕らはその数十億分の1なので。で、その数十億分の1の地球の上に異世界が400あるんですよ。いずれ交流できるんですかね。いずれ交流できるというか、交流してる連中はもうすでにいますよね。やっぱいるんだ。そして異世界の生命体。これがいわゆるパラレルワールドなんですけど、ちょっと僕たちの認識とは違うんです。僕たちの知るパラレルワールドとはちょっと違って、僕たちの暮らしている宇宙に数十億の生命体がいます。その世界がそのまま400前後あるそうです。これがパラレルワールド。なので僕たちが認識しているように、時間軸や選択するたびに新しい世界があるという認識とは少し違うそうです。しかもこの400ある世界は少なくなってきているんです。滅亡して。なので人類も滅亡しないように援助してくれていると
とか、この滅亡する瞬間というのは隕石が落ちてきて徐々に朽ちてくるというわけではなく、一瞬だそうです。そう、一瞬で消滅する。異世界からこの世界に来る生命体もいて、小さいおじさんは実はね、もともと異世界の人間なんです。もう意味わからなくなるよね。小さいおじさんはもともと人間なんだけど、この僕たちの認識聞いてるこの世界の人間ではなくて、違う異世界の元人間。そして幽霊、動物霊、肉体を持たないので器を欲して現世にいようとする存在。人間になりたくて浮遊する、申し訳ないんだけど低級霊だそうです。小さいおじさんがね、よく彼らに説教しています。かつて人間だった神々、神社などに祀られている存在ですよね、おそらく。彼らは管理者っていうよりもこの地球人の監視的な役割を担っているそうなんですね。いわゆるアマテラスとかスサノオとか国賊たちの御事とかもそうですね。そして自然霊。この地球の支配者は自然霊です。森、川、海と自然には自然霊がいて地球を管理しているので、僕たちが好き勝手地球で遊べているのは彼らのおかげだそうです。なので自然に行くときは注意が必要だと言います。人類をいかようにもできちゃうので。そう言い忘れたけど、この自然霊は感情がないし、そしてこの小さいおじさんも感情がないそうです。小さいおじさんの言う世界ではこのようにね、いろんな種類がみんなお互いを助け合って生きていると思うんですけど、僕たちの目的は日々精一杯ね、自死せずこの人生を全うすることだというんですね。そのエネルギーが蓄積されていて、何かの経験値になるんだそうですけど、そもそもこの小さいおじさんは全てをエネルギーとして見えているんです。エネルギーが循環してこの世界っていうのは全てできてる。人間ってのがそもそも肉体を借りて存在しているエネルギー体なんだっていうことを散々そこからずっと言われて、今ではよくこの自己啓発的な部分で言いますよね。自分が発したエネルギーが返ってくるみたいな。セイツさんはこれね、その小さいおじさんから聞いたのが1980年代ぐらいなので、もうかなり今のこの自己啓発ブームより早くね、聞いてるんですよ。ただ、みんながちょっと聞いてるやつは少し違って、みんな運をつかむために神社に行ったりすると思うんですけど、実はね、運はつかむものではなく、取り込むものだと言います。これ絶対知っておいた方がいい法則なんですけど、自分が発したエネルギーって相手に放っていると思いがちですよね。そうかもしれないけど、そのエネルギーは相手だけではなく、実は自分の中にも取り込まれていき、そのエネルギーは少しずつ溜まっていき、自分という器がそのエネルギーでいっぱいになり、そのエネルギーが溢れ出した瞬間、現実として現れるそうです。ちょっとゾッとするよね。今まで自分が出してきた、もう今日一日だけでもみんないろんな感情、エネルギーを出してると思うんだけど、そのいろんなエネルギー、感情は外に行ってるわけではなく、その瞬間、自分にも入っていってるんです。それが自分の中でどんどん溜まっていくということ。ネガティブで汚いエネルギーを放出していたとしたら、もう次の瞬間やめた方がいいかもしれない。もうここら辺まで来てるかもしれない。なのでそうなってくると、常に先手で自分からいいエネルギーを出していけばいいんですよ。何かが起きたから感謝するわけじゃなくて、もう感謝の先取りをしていったら、それがどんどん溜まっていって、現実としてそれが現れると。どういうエネルギーなんですか？悪いエネルギーって。浮遊霊でしょうね。体質によっては入られちゃったらそこに長居されちゃって、言動がおかしくなったりとか、性格が変わっちゃったりとかする人も、エネルギーっていいか悪いかちょっと置いといて、全く合わないエネルギーあるんです。例えば自分が持ってた銘柄がいきなり暴落したと思ってあるじゃないですか。で損切りをしましたと。これでもうなんか誰か暴落で儲かったやついるんだろうなって言ってたら、よかったなっつって、なんかね、お前が損した金で誰かが儲かったからよかったなっていう。お金が世の中に回ることが彼としては正解なんですよ。これはお金、エネルギーってことですよね。エネルギーです。エネルギーだね。本に書かれた誰かにじゃあねとか言って、言って、言ったと、心から込めて言っちゃったとするじゃないですか。もう若者なんて今平気に言いますよ。そうなった場合どうなるんですか？エネルギーの法則的に言うと。返ってきますね。何らかの形でいきなり自分が仲良かったやつとか信頼してた人間にいきなり裏切られたりひどいこと言われたりとか、エネルギーバランスをその陰をゼロにするっていう言い方してますけど、ちょっとした愚痴とかだったら後でなんか別のこと褒めればいいんですけど、死ねとボスはダメなんですよ。あと SNS で書いちゃダメ。今もう闇だらけじゃないですか、SNS。で誰かが書いたのにそうだっていう感じで乗ってきたり、いいねをしたりとか、それもダメ。今負の方が大きい気がする。叩く文化が今もう、だって芸能人の振り見てたらそうじゃないですか。もうそうですよね。どうでもいいことなのにみんながたかって、ダメです。参加しちゃこの小さいおじさんさ、みんなを要は助けに来てくれてるわけじゃん。そしてみんなの周りにもたくさんいて、コミュニケーションを取ろうとしてみんなの成長を促そうとしてるなら、いっそのことさ、もう大量にね、みんなの前に姿を現しちゃえばいいんじゃないのって思うでしょ、一回は。空見たらインディペンデンスデーじゃないですけど、ああいうのがいきなり出てきたらやっぱびっくりしますよね。します。ねえ。嬉しいですけど。
まあでも僕は嬉しいですけど、確かにだってそんなこと言っちゃったら今だっているかいないかわからないキリストについてみんな戦争したり、そうそうそう。ユダヤ教、イスラム教そう。信仰で急におじさんが現れたら、ね、また違う争いが生まれちゃうわけですよ。そう。この世界の人間レベルがそこまで追いついてないと。まあね。だから多分もう恐怖一辺倒になっちゃって、あとはどうなるか分かるだろうっていう。80億人が全員そのレベルに達さなきゃいけないってことなんですか。7割いけばもう彼らバンバン出てくると思いますよ。まあそういった意味では、おじさんの役割っていうか目的は人類の成長。そうですね。人類というかこの世界です。確かに未だに人類は金とか土地とかいるかもわからない神々を争っていますよね。まあ、この世の中だったらいっそ武装した方がいいんじゃないのっていう議論日本でも起きてるじゃないですか。そんなこともね、せちさんこのおじさんに聞いてみるんです。で日本人はでもそんな中で結構和を尊ぶその武器を持たないっていうスタンスを示して、いやそれをやっちゃったらすぐ侵略してきちゃうから、そんな頭お花畑じゃやっていけないんじゃないっていうのが、まあもちろん今最近の日本人っていうか、丸腰は無理なんですよ。あら。あ、これ私ですよ。ああ、そうかそうかそうか。私ですよ。はい、丸腰ってのはね、多分ありえないです。人類史的に何らかのことは絶対やらなきゃいけない。人類史的に見てってことですよね。そうで、うちのおじさんの回答、あるんですかこれ。それを議論するのがお前らの世界の成長なんだよ。おー、まあね。彼らは何千年何万年っていうこの世界を全部見てきてるわけですよ。別の異世界のことも全部見てるわけです。お前らもこのまま行くともう遠からずこの世界なくなるよっていうふうに言われてるんですよ。結局自滅しちゃうってことですよね。で、なくなる時って人類同士が戦争してなくなるんじゃないんですって。何？パチンっていう感じでなくなるんです。何それ？消滅させられるっていうんですかね。あ、そういうこと？ええ。でもその時のもう僕たちの意識も何もないってことですよ。ないですね。何も言えねえって感じになりますよ。怖いです、正直。そして最後にせちさんに、みんなに言いたいことなんかありますって聞くんですよ。そしたら、通常だったら自己啓発的なさ、結局自分次第ですよみたいな感じで言うじゃないですか、皆さん。ただね、これが面白いことに、このせちさんっていうのは小さいおじさんと45年間過ごしているんです。そんな彼が言った言葉がまさに45年間過ごしているような発言だったんです。一番言っておきたいのは、見えないじゃんという人がたくさんいるんですけど、でも、感じてほしいっていうのはあるんですよ。僕としては。それは何を感じる？何かがいるんじゃないかなっていう。何かそこにいるんじゃないかっていう感じで日頃からいてくれってことですよね。あともう一つは、自分が本当に孤独だったり、もうなんか追い詰められてたり、もうどうしようもなくなったり、いろんな人、たくさんの人あると思うんですよ。あると思うんだけど、何もかも嫌になっても彼らはすぐそばにいるんで、気づいてもらえる日を待ってるんで。どうでしょう皆さん、この小さいおじさんの正体。これね、僕ある種小さいおじさんをちょっと信じてるっていう意味では、僕のね家族、実は僕の姉と父がねこの小さいおじさんを見たことあるんですよ。このエピソードはねライブ配信とかいろんなところで話したことあるんですけど、昔ねアメリカシアトルに住んでる時に家族4人でハイキングに行っていたんです。僕と母が前を歩いていて、でその 2,3 メートル後ろを父と姉が歩いていて、本当に、ね、このハイキングの山道を歩いていたんです。そしたらね、で僕はね前の方を歩いているんですけど、カサカサって音が聞こえて、なるリスか鳥かなんかが歩いたんだろうなと思ったら、その瞬間後ろで歩いてた姉と父が小さいおじさんって2人とも叫ぶんですよ。なんとね聞いてみると、僕と母、姉と父のこの間を小さいおじさんが通ったっていう。しかもその小さいおじさんっていうのはなんかちょっと帽子をかぶってたのかな、確かアメリカのね北欧的な小さいおじさんの見た目だと思うんですよ、彼らの説明によると。そうなんですよ。なので一応僕はね、その家族の言うことって結構信じちゃうじゃないですか。でしかもこのように世界中の人たち、芸能人もこの小さいおじさんを見たことあるっていうので、エネルギー体だと思うんですけど、妖精なのか、実際の見た目は小さいおじさんじゃないかもしれないけど、光の存在かもしれないけど、何かしら僕たちの周りには存在していると思っています。僕実は小さいおじさん見たことあります。あるいは今でも小さいおじさんと話していますみたいな人がいたら、ぜひコメント欄に書いていってください。できれば嘘はつかないでほしい。こういったねロマンって嘘をつくことによってどんどん真実から遠のくので、リアルを皆さん語ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。最後にちょっとアナウンスメント。9月21日にピースデーといって、世界中の人々が争いのない平和について考える日のイベント、ピースデー2025が大阪万博で開催されるようです。第二次世界大戦のリーダーの末裔たちなども登場するそうなので、気になる方はチェックしてみてください。